では次に、僕の方からソラナプログラムのテスト手法ということで、はい、テストの話をしていきたいと思います。はい。で、僕は、はい、テスト大好きおじさんです。最近本業の仕事でも副業でも趣味のプログラミングでもひたすらテストを書いているような、はい、おじさんになります。で、皆さん、ソラナプログラムのテストちゃんと書いてますか？で、プログラミングにおいてテストっていうものは本当に大事なものになります。で、より早く開発をし続けるためにはとても重要なので、はい、一緒に学んでいきましょう。というので、はい、まずテストとは、ウィキペディアの方から持ってきました。はい、ソフトウェアテストは、コンピューターのプログラムから使用にない振る舞い、または欠陥を見つけ出す作業のことである。で、今回はテストって言ってもいろんなテスト手法あるんですけども、そのテストの中でいうテスト自動化と呼ばれるような領域を中心に、はい、話をしていこうかなと思っています。で、このテスト自動化、やって何が嬉しいのかっていうと、テストを自動化することで素早くフィードバックを返して開発速度を向上できるっていうものになります。で、これがフィードバックが後ろにずれるほどバグ修正のコストっていうのがすごい高くなってくるんですね。で、一番最悪ケース考えていただくと分かりやすいんですけども、本番にソラノで言えばメインネットに出した後にバグが見つかる。最悪じゃないですか。で、そこから修正してちゃんと治ったよねっていうのを検証した後にまたデプロイし直すっていう、こういう作業が入ってくるのでめちゃくちゃコスト高くなるんですね。なので、このバグの欠陥とかバグと呼ばれるものはいかに早く発見するのかっていうのが大事になります。で、テストっていうものは基本的に、実行してその結果を見て、確認するっていう動きになるので、こういったなんかフィードバック早く得るための道具としては、若干遅めな傾向にはなります。で、これより早いものってなると、静的解析、リンターとかですね。とか、もしくは、ラストはコンパイル言語なのでコンパイルするっていうのが、フィードバックとしては一番早いものになります。で、それを通した後にテストっていう形で、はい、欠陥を探していくっていう動きになります。というのと、コンティニュースインテグレーションと呼ばれるものがあります。で、これは何かというと、プルリクエストとかを出したときに、動いてる、テストとかのことをよく指すものですね。で、そういったものを使うと、コードをマージするのに、コードを本番に出す前に必ずテストは通るっていう状態を作ることができるので、はい、一定の品質を保つことができるようになります。はい。で、もう一つテストには利点があって、適切なテストを書くことで設計を素結合で、かつ責務をちゃんと凝縮したものっていうので、良い設計を作ることができるんですね。で、逆に言えばテストが書きにくい時っていうのは、大体悪い設計になっていることが多いです。なので、設計を直す、チャンスを得るというか、テストを、ちゃんと書くための、テストじゃないな、より良い設計を作るための道具でもあるっていうふうに思っていただくといいかなと思います。はい。で、ちょっと知っておいてほしい最近のテスト事情をいくつか紹介します。で、まず、テストサイズと呼ばれるものが最近よく話題に出ます。で、こちら Google が提唱しているテストの分類ですね。で、スモール、ミディアム、ラージの3分割します。で、大体スモールは60秒以内、ミディアムは300秒以内、で、ラージはそれ以上。で、テストが必ず終わることみたいな、そういった分け方になります。で、また別軸の分け方としては、スモールは単一のプロセスで実行されてますと。で、ミディアムは単一のマシン。なので、ウェブ開発とかで言えば、データベースを使うようなテストみたいなものはミディアムに当たります。で、ラージは制約がないものになりますね。なので、例えば E2E のテストとかはこのラージに入ることが多いです。で、このテストサイズを導入することによって、テストの効率的な実行とか、リソースの最適化、で、CI での効率的なテストの実行とかが可能になってきます。なので、この考え方は結構重要になってきます。で、もう一つはテストピラミッドと呼ばれるものがあります。で、本来のテストピラミッドっていうものは、ユニットテスト、インテグレーションテスト、E2E みたいな、こういった分け方になるんですけど、最近ではテストサイズベースでのテストピラミッドの話もよく出てきます。で、このテストピラミッドっていうのは、全体のテストのバランスを、どう取るのかっていう考え方ですね。で、テストサイズベースで考えると、スモールが一番多くて、ラージが一番少ない形にできると、高速で安定したテスト環境を実現できるっていうものになります。
で、悪い環境だと、これ逆転してることが多いですね。とりあえず、ウェブ開発での話にはなるんですけど、とりあえず E2E テストだけ入れて、ラージが一番でかい状態になってるとか、あと、ソラナで言えば、アンカー使ったプログラムのテストに関して言えば、だいたいラージが一番大きくなってるような印象があります。はい。そこしかテストがないみたいな状態が、はい、見かけることが多いですかね。プロダクション系のコードだとあんまりないんですけど、ハッカソンのコードとかだと、ラージ一択みたいなことはよく見かけます。はい。で、ここまでが、はい、テストとはっていうことで、前座でした。で、ここから、ソラナプログラムのテストのやり方について、はい、解説していこうかなと思います。まず、スモールのテストなんですけども、ラストでいうユニットテスト、もしくはドキュメンテーションテストというものを使うのがベターかなと思います。で、単純なテストであれば、だいたいドキュメンテーションテストで賄える感じですね。で、複雑なテストとか、ちょっとパターン組みたいなみたいな時にはユニットテストを使うのが望ましいです。で、ドキュメンテーションテスト、多分あんまり聞き慣れないかなとは思うんですけど、ラストではドキュメントのとこに、コードを書くと、それを実行するっていうような仕組みがあります。で、例えば、ソラナで言えば、インストラクションとかアカウントのステートみたいなデータ構造の定義をするんですけども、そちらのテストに関しては大体ドキュメンテーションテストで十分なこと多いです。で、大体シリアライズとデシリアライズの検証をやりたいっていうだけなので、元データを作ってシリアライズしてデシリアライズするみたいな。で、各種値が、想定した値になってるよねっていうような、そういった検証で大体問題ないことが多いです。はい。で、ユニットテスト。で、ユニットテスト使うところ、どこかというと、大体プロセッサーと呼ばれる部分ですね。プログラムのメインの処理を行っている部分。ここに関してはロジックが多いので、はい。基本ユニットテストを使っていく形になるかなと思います。で、ここのユニットテストのテストコード、めちゃくちゃ長いので、ちょっと細かく、分けて説明していこうかなと思います。で、まずなんですけども、このプロセッサーの引数を見ていただくと、プログラム ID、アカウント、インプットっていうこの3つがあります。この3つをどう準備していくのかっていうのが重要になってくる形ですね。で、アカウントに関しては、アカウントインフォを渡すことになるんですけども、はい。アカウントインフォそのまま使うとテストの準備がめちゃくちゃ大きくなります。あれていうかごめんなさい。ちょっと1個資料が抜けてるな。悲しい。ですね、抜けた資料の話をすると、テストコードの書き方っていうのは、アレンジ、アクト、アサートっていう3つの A が大事になってきます。で、特にアレンジとアサートっていう、準備、実行、検証みたいなところですね。で、この3つの中で、実行がちょうどコードの真ん中に当たるような形で書くと、結構テストとしていい感じになってるって思っていただくといいかなと思います。はい。で、話戻すと、アカウントインフォをそのまま使うと、テストの準備の部分がめちゃくちゃ肥大化します。で、これはアカウントインフォっていうのは、ランポートとかデータが他で確保されたメモリを参照するっていうような形の型になってるんですね。RC のレフセルのミッドスライスとかそういった型になってるので、本体を別のところでメモリ確保して、それの参照をアカウントインフォに渡すみたいなのが必要になってきます。これが本当に準備の行動が肥大化していくんですね。で、その対策として、テスト用のアカウント型っていうのを作るのが、はい、今回ちょっと試してみて、一番無難かなって思いました。で、この図の例で言えば、アカウントインフォと全く同じものを持つんだけど、参照ではなく実体を持つ型ですね。はい。そちらを作った上で、アカウントインフォを生成するような仕組みを用意するとめちゃくちゃ便利になります。で、この辺がなんかソラナの SDK とかでなんか似たようなものあってもおかしくないなっていうのは正直思ってはいるんですね。見かけたことはないんですけど、誰か作っててもいいでしょって思うような部分にはなるので、っていうので、もしこの辺情報ある方いらっしゃれば、ぜひ教えてください。もう知りたくて仕方ないですね。はい。で、もう一つ、アカウント生成のヘルパー関数作るっていうのもめちゃくちゃ大事になってきます。で、このアカウントインフォっていうのがデータを持つんですけども、データがバイト列なんですね。それでいう U8 のスライス構造になります。なので、そこにデータ書き込もうと思うと、ストラクトを一回そのバイト列に変換するシリアライズをする手間
がかかってきちゃいます。で、あと、LAN ポートの部分も若干厄介で、サイズとレントを使って計算しないと、適切な LAN ポートっていうのが算出できないんですね。っていうので、はい、この2つの処理も結構、その準備フェーズを肥大化させる要因になります。というので、目的の関数を作るためのヘルパー関数を作っておくと、結構やりやすいかなと思います。で、先ほど紹介した自作のアカウント型っていうところに機能を持たせることも、多分できるとは思うんですけども、ちょっとここがソラナの厄介なところで、ソラナのこのアカウントのデータ部分ってシリアライズ形式が決まってないんですよ。で、これがプログラムによって使っているものが違うんですね。で、一応流行っていう意味で言えば、ソラナの標準関数、じゃあ標準プログラムに関しては、パックとアンパックっていうものを使われていることが多いです。で、そこで独自実装しているような形ですね。で、もしくは、アンカーを使っているようなものであれば、ボーシュっていうような形式があるので、そちら使っていることが多いです。で、大体この2つサポートしていれば大部分は大丈夫かなっていう気はするんですけども、ちょっと共通化というか汎用化はしにくい形にはなってるっていう形ですね。というので、この辺ちょっとうまく作るのにチャレンジしても、はい、楽しいかと思います。はい。というので、さっきまでの話は準備の準備という感じです。で、ここから実際にのテストケースの話に入っていきます。で、まず準備フェーズの始めとしては、テスト用のアカウント型と、ヘルパー関数、さっきの準備してたものですね。はい、そちらを使って、テストに使うアカウント、こちらを作っていきます。で、ソラナのプログラムコード読んでると、大体、その変数に入ってるものがわかんなくなるんですね。で、結構みんな、名前略しがちなんですけど、正直ここは多少長くなってもいいので、はい、正確な名前にするのがめちゃくちゃおすすめです。で、特にトークン周りの場合だと、トークンアカウントみたいな名前になっていることが多いんですけど、ミントトークン指してるのか、アソシエイテッドトークン指してるのかよくわかんないことが多いんですね。っていうので、ミントトークンであればちゃんとミントトークンと書きましょうっていう、はい、そんな感じになります。で、ここの準備フェーズ、見ての通り結構長いじゃないですか。これでもだいぶ短くしたつもりなんですけど、まだちょっと長くて、ここをどうにかして削減したいなっていう気持ちになってます。はい。で、準備フェーズの2番としては、さっきのプロセッサーに渡す値を生成していきます。で、プログラム ID に関しては、プログラム作ってたら ID っていうメソッドじゃない、関数ができてるはずなので、そちらから引っ張ってくる形ですね。で、アカウントに関しては、はい、ベクターで配列化しましょうと。で、先ほどのアカウントインフォへの変換関数も作ってるので、はい、そちらを呼び出すという形ですね。で、インストラクションに関しても、利用している形式に合わせて、シリアライズを行って、はい、ベクターの U8 形式、バイト列ですね。はい、そちらに書いていただくような形になります。はい。で、実行フェーズ。こちらはだいたい短いです。で、ソラナのプログラムであれば、プロセッサーを呼び出すだけっていう感じですね。で、この実行フェーズが肥大化してる場合は、だいたいテスト多分おかしいです。はい。あれ読んでこれ読んでになってる状況っていうのは、テストっていうのは一つの関数とかに対して、フォローするのがユニットテストになるので、ここで複数の実行が必要になっているのは、おかしいっていう状況ですね。はい。で、検証フェーズ。はい。こちらは、最初に用意したアカウントが変わってないよねっていうのと、変わったことっていうのを確認します。で、アカウントインフォで変更可能なものっていうのは、LAN ポートとデータだけになります。で、ここが、さっきの、はい、ここのアカウントインフォを作っているところを見ていただくとわかると思うんですけど、LAN ポートとデータのところだけミュットがついてるんですね。で、ラストでミュットって書くと、ミューテーションということで変更可能になります。で、それがついてないものっていうのは変更できないものにはなるので、ちょっとこの説明が合ってるかというと、ちょっとニュアンスが違うんだけど、はい。大体このLAN ポートとデータだけ変わると思っていただくといいかなと思います。はい。で、図ではちょっと入りきらなかったので、はい。一部だけ抜粋していく形になります。で、アカウントの数だけこの検証を行っていくので、実はここも結構冗長になりがちです。で、この辺もうまい書き方がありそうなんだけど、っていうのはすごい思ってるんですけど、はい。ちょっとそこまで詰めきれなかったっていう形ですね。はい。で、一点、このユニットテストの話で注意があります。で、ソラナには CPI っていう機能があるんですけども、こちらの CPI を使う場合、
ソラナのプログラムクレートでは実行環境によってはスタブが利用されます。というか、ソラナVM の環境以外では基本スタブが使われます。で、スタブの実装の中身としては、ログに出力するだけみたいな実装が多いんですけど、スタブが動作した際には、期待した動作になってないっていうことが多いんですね。で、例えばSPL トークンのセットオーソリティ呼び出した場合とかだと、トークンアカウントのオーナーが変わっていることをすごい期待したいんですよ。なんですけども、スタブが実行されてしまうとログが出るだけなので、はい。そこのユニットテストが、値が変わってくれないので通らないっていう、はい、そういった形になります。いや、これ困るんですよね、地味に。で、対策、2種類ほど考えてきました。で、一つは、このスタブの中にはシスコールスタブっていうものが存在するんですね。で、これを実装すると、特定のスタブの動作を変更することが可能になります。で、今回はこのシスコールスタブをインプリメントした、実装したスタブっていうものを作ってるんですけど、はい。そこで作成したスタブを、セットシスコールスタブズっていうものに設定していただくと、はい、そちらが動作するようになります。で、内部の実装としては、実際 SPL トークンのエントリーポイントを呼び出してもいいんですけど、そこまでちゃんとしたものじゃなくてもいいかなと思ったので、一旦自力で、はい、この O3T を変更するものを作ってます。で、ここ本物使わなくていいのかっていうのは、偽物でいいのかっていう話自体はあるんですけども、はい。ちゃんと適切に作られたフェイクであれば、S サイズのテストとしては十分かなと思います。で、もちろんソラナ環境でのテストっていうのは絶対に必要になってくるので、はい。そちらは M もしくは L の方で、実行して保証しましょうという形になります。で、図としては、ちょっと最小実装になってしまっているので、フェイクとしては成り立ってないことに関しては注意ください。で、フェイクとしてちゃんと作り込むと、結構いい感じですよっていう感じですね。で、もう一つ、さらに簡易的な方法としては、CPI の呼び出し部分を別の関数に切り出すのが、一つのやり方かなと思います。で、その中で、ラストには C っていう、コンフィグ設定があるんですけど、そこで条件に一致したものだけ、一致した環境でだけ実行するみたいな仕組みがあります。なので、ターゲット OS でソラナ指定していただいて、ソラナ環境では本物の、はい、ここのインボークを呼び出す。で、ソラナ環境以外では、さっきと同じ、フェイク実装ですね。はい、あちらを入れるっていうのが、無難かなと思います。で、ただ、こっちの対策には結構気軽にできるんですけども、その代わり、この後話す M サイズのテストが実行できなくなるので、はい、その点に関しては注意してください。はい。というので、この S サイズのテスト、いろいろと、ここ2、3週間ずっと書いてたんですけど、はい。テスト書くのは別にそんな難しくないんですけど、事前準備が本当に大変だなっていう、はい、そんな印象です。これ絶対みんな苦労してるとこだと思ってるので、何か共通用の準備用ライブラリとか絶対出ててもいいんだと思うんだけどなって思ってるところですね。はい。でもさっき話した通り、ちょっとソラナプログラムの作り方自体が結構ばらついてるので、ライブラリとしての設計しにくさあるので、ここ悩ましいよねっていうのは正直思ってます。はい。じゃあ次は、ミディアムのテストについて紹介していきます。で、こちらに関しては、ラストのインテグレーションテストっていうものがあるので、はい、そちら使っていただくといいかなと思います。で、その上で、ソラナテストプログラムっていうクレートとか、最近僕も知ったんですけど、ライト SVM といった、はい、プログラム自体をテストする仕組みが存在してます。なので、こちら使っていただくと、いい感じに書けるかなと思います。はい。で、インテグレーションテストなんですけど、こちらはテストディレクトリを作成していただいて、そこに用途ごとのテストファイル作成すると簡単に実行できます。はい。で、ライト SVM ちょっと僕がキャッチアップ間に合ってないので、今回はソラナプログラムテストを紹介していこうかなと思います。で、こちらなんですけど、プログラムテストに対象のプロセッサーを登録して、はい。で、かつ CPI で使うプログラムとかも登録可能なので、はい。その辺、吉田に設定していただくといい感じに動きます。で、セットアップとしては本当にこれだけで動くので、気軽に使えるテストになっているかなと思いますね。はい。で、トランザクションの送信部分なんですけども、Web3JS とかともうほぼ同じような使い方が可能です。で、インストラクションを準備して、トランザクションを作成して、センドトランザクション。さっき作った、
このプログラムテストのコンテキストのところから、はい、このバンクスクライアントっていうのを取り出して、センドトランザクションっていうような形で呼び出すことができます。で、今回ちょっとサンプルとして雑に作ったので、スクローのイニシャライズインストラクションだけ指定してるんですけども、実際にはクライアントで必要なすべてのインストラクションを指定していただく必要はあるかなと思います。はい。で、こうすることによって、プログラムレベルの呼び出しの動作確認できます。で、今回は記載してないんですけども、ゲッターアカウントでアカウントを取得するってこともできるので、さっきの実行のトランザクションの送信の後に、アサートとかの実行も全然可能です。で、ここちょっと注意点なんですけど、ここでプログラムレベルの呼び出しの動作確認できるとは言ったんですけども、はい。実際、さっきの準備コード見ていただくとわかる通り、プロセッサーレベルのテストにはなってしまってます。で、かつ、この方式で実行した場合は、ソラナ環境ではない各実行環境ですね。僕だったら Mac で開発しているので、Mac 環境での実行っていう動きになるっていうところに注意してください。なので、プロセッサーのテストと同じじゃんっていう話も若干あるんですね。っていうので、じゃあ、このソラナプログラムのテストでいいんじゃないっていう気持ちも若干ありつつ、悩ましいなっていう感じです。はい。で、最後に、ラージのテストを紹介していきます。で、ラージのテストでは実際にソラナ VM 上で実行するようなテストを行っていきます。で、ここは、ソラナテストバリデータを使うか、こちらも最近知ったんですけど、サーフプールっていうクレートが存在してます。はい。なので、こちら使っていただくと、SVM 上での実行が可能になるって形ですね。で、ここの、テストコードの書き方なんですけども、プログラムに対応したクライアント実装を行っていただくのが多分一番いいかなと思います。で、そのクライアント実装を使って、インテグレーションテストを実行するっていうのが、個人的な好みっていうところですね。はい。で、ここもちょっと長いので、いくつか分割して紹介していきます。で、まず、テストバリデータのラッパーの準備を行っていきます。で、僕は今回バリデータっていう構造体作っている形ですね。で、これなんでこんなことしてるのかっていうと、素のテストバリデータだと、ちょっとテスト用途で使うには、設定が足りないので、いくつか設定を追加していく必要があります。なんですけど、その設定追加の部分を各テストケースでやってしまうと、テストの準備部分が肥大化してしまうので、それを抑えるためにこういったラッパーを作ってるって形ですね。はい。で、バリデータ実行するには、レジャーっていうログのようなものがあるんですけども、そちらをどこに出力するのかっていう設定が必要になります。で、テストで実行する場合、何回もテストを実行するので、レジャーっていうものは、何回も違うな。説明が間違えましたね。まず、テストっていうものは、特定の状態に依存してはいけないっていう、大原則がありますと。で、考えたとき、このレジャーのパスを1個のパスでやってしまうと、1回目のテストと2回目のテストで同じレジャーを参照することになってしまうんですね。ってなると、挙動がテストの順番によって変わってしまうっていう可能性があるので、レジャー自体は、テンポラリーディレクトリの方に作成して、で、かつ、今回で言えば UUID 使ってパスを作っているので、テストごとに、レジャーのディレクトリ作成する形になります。で、このレジャーパスっていう関数では、テンポラリーディレクトリを作成して、そのパスを取得するっていうような動きになっています。はい。で、次に、コンパイル済みのプログラムの配置されている、ターゲットデプロイのディレクトリ解決が必要になります。で、ここちょっとコード長いので、若干わかりにくいんですけども、動きとしては、ベースとなるディレクトリから、そのディレクトリを再帰的に探索して、ファイル、コンパイル済みのプログラムですね。そちらを見つけて、それに対応するプライベートキーのキーペアを取得して、アップグレーダブルプログラムインフォっていう構造体があるので、そちらを生成するっていうような動きになります。はい。で、テストバリデータのラッパーとしては、の準備としては最後になるんですけども、テストバリデータの本体である、このテストバリデータジェネシス、こちらを設定します。で、基本的には、作ってさっきまでの値を取り出し、値を設定してあげれば OK みたいな感じなんですけど、一点注意点で、おそらく以前必要なかったと思うんですけど、ファーセットの設定しないと、ソロのアカウントに、ソロをアカウントに割り当てができなくなってます。なので、このファーセットのローカルファーセットっていう形で、一回、ファーセットを起動するのが起動しないといけないっていう状況になってます。
僕は本当ここに詰まったので、はい。皆さん、このテストバリデータをプログラムで起動する場合は、必ずファウセット起動が必要だと、はい、今日覚えて帰ってください。はい。で、ユニットテストの時にも出てきたんですけど、はい。アカウントを作成するヘルパー関数、はい、こちらもまた必要になってきます。で、ユニットテストの時とは違って、こちらで使うアカウントはアカウントシェアデータっていう型になるので、同じアカウントなんだけど、はい、型が違うと、はい、思っていただくといいかなと思います。はい。っていうので、準備ができたのでテストを書いていきましょう。はい。で、先ほど作成したバリデータとアカウントのヘルパーを使ってバリデータを起動します。で、バリデータを起動する際に、初期データのアカウントっていうのを設定できるんですね。なので、そちらをここで設定して、で、バリデータを起動するっていう動きになります。で、これを見てわかる通り、はい。こちらでもアカウントの作成、どうしても上々になります。で、フィックスチャーっていう形で、このデータを別の関数とか別のデータ構造として切り出してもいいかなとは思うんですけど、そうなると、ちょっとテストパターンが組みづらくなるとか、複数のテストで同じフィックスチャーを共有してしまうと、このフィクスチャーのデータの変更というものが難しくなってくるんですね。っていうので、バランス感覚としてめちゃくちゃここ本当悩ましいところになります。はい。で、バリデータを起動したら、次は、クライアントをセットアップしていきます。で、ここのクライアントに関しては、バリデータの方で、バリデータ .getAsyncRPC クライアント、もしくは、getRPC クライアントでやると、ソラナで、ソラナのラストで使ってる、クライアントを取得可能になってます。で、ここで書いてるエスクロークライアントっていうのは僕が作ったクライアントになります。で、そちらでクライアントを作って、で、エスクロイニットってことで、エスクロのイニシャライズを実行してるっていうような、はい。っていうので、若干準備と実行が混ざってる感じですね。はい。で、最後に、ゲットアカウントを使って、アカウントを取得して、アカウント自体が期待した状態になってるよねっていうような、はい、そういった検査を実行します。で、一個このあたりで注意点なんですけども、クライアント実装でセンドトランザクションを使って送信を行うと、バリデータが結果をコミットするまでに時間がかかっちゃうんですね。で、デブネットとかテストネット、メインネットの方だと結構早いんですけど、このテストバリデータの方だとマシンスペックに依存するので結構遅いです。っていうので、アカウントの検査するまでにちょっと待たなきゃいけないんですね。で、テストの方でこの結果が返るまで、ポーリングして待つっていうのも可能なんですけど、テストコードとしては結構冗長になってしまうんで、クライアント実装の時に、send and confirm transaction with spinner and config っていう、ちょっと長いトランザクション送信メソッドがあるんですけど、こちらを利用していただくと、記載したコミットレベルに達するまで待つっていう動作になるので、はい。クライアント実装としては、こっちが使っていただくと結構いい感じかなと思います。はい。というので、まとめです。はい。テストを書くことで、もう本当開発早くなってきます。で、これ、いつテスト書くのかっていうのは、若干悩ましいポイントはあるんですけども、基本的にはもうテストはもう当たり前に書ける状態になっておくと、はい、素早く開発進めていくことができます。で、個人的にはハッカソンとかやるときでも、1日とか2日ぐらいのハッカソンだとしても、テストは書いた方が最終的に作るのが早くなります。で、プロダクションで言えば、もう3ヶ月とか長く開発を続けることになるとは思うんですけども、このテストをサボることによって逆に開発が遅くなるっていう話もあるので、もうテストは常に書ける状態を目指していきましょう。で、今回3種類のテストを紹介しました。で、これどこで何を考えて、どこで何を検査するのか、ちゃんと考えて最適なテストを考えていくのが、ベータかなと思います。はい。というわけで終わりです。